はい、今日はですね、初心者の方にですね、僕なりのワームの使い分けについてちょっと解説をしていこうかなと思っております。まず一番最初にワームを使う上において、サイズがいろいろあるわけですね。そのサイズについてどういうふうに考えているかということをちょっとお話しさせていただきます。で、アジって単純で、アジの活性が高い時というのはお腹が空いている時なんです。で、アジの活性が低い時というのはお腹が膨らんでる時、要するにお腹いっぱいの時ですね。例えば産卵の時期なんかもそうなんですよ。卵がどんどん大きくなってきて胃を圧迫するようになってくるとご飯食べなくなってくるわけですね。いわゆる活性が低いという状況になってくるわけですね。ですからお腹が空いている活性の高い時というのはでっかいワームを使うんです。例えばですね、うちで言うならばキメラでだいたい2インチぐらいあるわけですね。で、こういうものをまず最初に使うわけです。大きいものを使ってアジの活性はどうなんだというところをまずアジに聞くわけですね。これが大きいアジだけでなしに小さいアジも全部食べてきます。で、それで釣れないよっていうふうになってきた時に今度ワームのローテーションとして考えるのはサイズを下げていくということですね。アジの場合は1年で10センチぐらい小さい間大きくなっていくわけです。そんだけ成長しなきゃいけなくて、しかもあんだけ泳ぎ回ってるわけです。ですからかなりカロリーを消費しおるわけですね。お腹が少々いっぱいでも小さいものをずっと見せ続けられると食いよるわけですね。食うてみようかな、ちょっと小腹空いたから食べようかなというような雰囲気なんですね。これだいたい 1.3 インチなんです。かなり小さいです。で、これぐらいの大きさなんですけれども、これぐらいの大きさのワームまで落とします、最終的に。で、それで食わないか食うかというところをまず大きさの面から見ていきます。で、次にですね、アジのこのカラーについて皆さん悩んでおられると思うんですね。カラーに関して大別すると一番大きな分類としてはソリッドとクリアがあるんですね。ソリッドと言われるワーム、これソリッドって分かりますか？向こう側が透けないものです。透けないものをソリッドと言います。対して向こう側が透けるもの、ね、何が入ってる、色がついてようが何だろうが向こう側が透けるものをクリアと言います。で、これはどういう使い分けをするかというんですけれども、このソリッドの部分においては街灯の下を前提として見るならば、街灯を通してこのワームを見た時にこの明かりを通さないわけですね。ソリッドですから向こう側が透けてないので、そうするとこれが全て影になって映るわけです、アジから見た場合。とするとかなりシルエットといいますか、それがはっきりしたものになってくるわけです。対してクリアなものというのは光を全部透過してしまうので、これ自体が、そのシルエットというものは割とぼやけた感じに映るわけですね。それでいて中にラメなんかが入ってます。そのラメがキラキラするというふうな形になってくるわけです。これでこの存在感の違いが2つで明らかに違うわけですね。そうするとシルエットがはっきりした場合がいい時と、シルエットがはっきりしない時がいい時と、それが分かれてきおるわけです。水の色にも起因します。ですから最低ソリッドなワームとクリアなワーム、その2種類は持ってきてほしいわけです。で、34の中で僕がパイロットとしているワームにこういう灯火というこの色があるんです。日本国中どこでもパイロットにしている色なんです。これハーフソリッドなんです。このクリアとソリッドの間の色なんです。これですからいろんな場面に適用できるわけです。これとここにあります花散らしというこのワーム、これクリアなんです。クリアの中にラメが入ってるんですけど、このラメが光りよるんです。なぜか知らないんです。この理由は全くわからないんですけれども、この点発光のこのピンクラメにだけ反応するアジが時々おるんです。灯火とこの花散らし、これが僕のパイロットカラーです。まずここから入るわけです。で、これを使った後にいろんなソリッドを使ったり、あるいはクリアだけのものを使ったり、いろいろしていくわけですね。でも最初はこの2種類をうまく使っていただくとほとんどの場合大丈夫だと思います。だから私の使い分けはそういうふうな形なんですね。ホールスピードとかですね、フォルムの問題もあるわけですね。で、そういったところもちょっと今からお話ししますけれども、フォルムに関しましてはいろいろあります。タープルというワームですね。これ全体的に言ったらデブなんです。デブと言ったらまたセクハラや言われるかも分かりませんけども、デブなんです。デブなワーム、要するにどういうことかと言いますと、水をたくさん受けるわけですね。で、そうすることによっていろんな抵抗が出てくるわけですね。それでスローホールをしたりします。こういうふうにしてフォルムでですね、ちょっとずつ変わってきおるわけです。で、そのためにこのフォルムをいろいろ変更しているわけです。
で早く沈ませたい時、ゆっくり沈ませたい時、あるいは目立たせたい時、いろいろあるわけですね。そこら辺はこれからどんどんいろいろやっていただくと分かると思いますので、伊達や水郷にこんだけワームの種類があるわけではなく、これをうまく使って、なかなか口を使わないアジにも口を使わせていくというふうなことを考えて作ったワームですので、あとはもうジグヘッドの重さとの相関関係をまた考えてください。それはまた後日です。よろしくお願いします。今だいぶ日が暮れてきたんで、夕間詰めのパターンをちょっとお見せしたいなと思います。夕間詰めちょっと香料が落ちてくるのもあって、僕はもうこの紅白という赤ラメと銀ラメが入ってる分なんですね。風が吹いてるんで、やっぱりちょっと風の影響を受けるというところで、キメラだと風の影響が受けにくい。それだからこれでやってみます。目立つ方がいいんでね、紅白は一番目立ちますので、夕間詰め効果的なワームです。でストリームヘッドの重い方がいいんで 1.8g でやりますね。こういうふうな感じです。これダイヤモンドヘッドでも問題はないです。夕間詰めで風があるんで、ちょっと重せないかん時は2.5g とか 3g のダイヤモンドヘッドに変更していきます。とりあえず 1.8g でやっています。ロッドはですね、こういう遠征とかいうのに、今取材も全部そうなんですけども、これを使ってます。 BCR56、 これモバイルロッドです。4本付きです。ここでついて、ここでついて、でここでついてます。ですから姉妹寸法が40センチぐらい、こんだけです。ラインがですね、ピンキーの 0.2 号です。大体釣れるアジが30センチぐらいまでなんで 0.2 号を使います。でリーダーはジョイントラインの 0.8 号を大体3、40センチ使ってます。これぐらいですね。これぐらい使ってやっております。でハンドルはゼログラ4を使っています。ちょっとかっこいいでしょ。シャンパンゴールド、キンキラキンです。キンキラキンでやってます。基本夕間詰めの釣りというのはもう動かしたものですね、魚を追いかけて入ってきてるんで、とりあえず動かすということです。動かした後の止めで食わせの間を使うということですね。ですからアクション的にはもうこうやって動かしていただいて止める。この止めた時に魚がバイトしてくる。魚がおればその地点でバイトしてきますね。だからこれの繰り返しでいいです。今表層は全然反応がないです。でレンジを次から次変えていけばいいです。で投げるところを変えてレンジを変えてというところですね。今カウント10まで進めました。ここ結構藻があるんで、カウント10にいましたね。もういたらね一発なんです。こうやって捨ててくれるんですね。だから魚がいるいないだけなんで、魚がおればもう簡単に、だからこんなキメラで丸飲みしてくれるわけですね。だから要は夕間詰めの釣りをどういうふうにするか、これサイズもバラバラできます。大きいのも小さいのもきます。ですからどれが食うてくるかわからないんで、だからこれがもうちょっとこう落ち着いてきたら小さいのを避けて大きいのだけ釣るということも可能になってきます。これ着水が1なんです。で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10だ。大体カウント10なんです。でカウント10でなじませるようなことが大事なんですね。今風がねこっちが結構強吹いとるんです。で強吹いとるもんですからラインが持ち上げられてしまってなかなかこう沈んでくれないんですね。で本当はもう少し重く 2.5g ぐらいにするのがいいんかなという感じなんです。風が強すぎて沈まない。もうちょっと重くせんといかんかな。入らないと釣れない。簡単なことなんです。魚のいるところにワームが行ってない。だから釣れないですね。たくあんという色ですね。黄色のカラーですね。でやっぱりこう香料が落ちてきた時にここ目立ちやすい色なんで、こういう色を使う。でジグヘッドはダイヤモンドヘッドを 2.5g に変えました。どうしても風が吹くのと速いホールを使いたいということで、もう全然安定度が違うな。これだとこれぐらいの風だともう全然問題ないんでこう沈んでくれると釣れるわけですね。魚が変わりましたね。ちょっとサイズいいです。よいしょ。で今 2.5g でやったんですけれども、でやっぱり魚のおるとこを探していくということが結構重要なんで、どこに魚が沈んでるかというところを見つけてもらうとこうやって釣ってくれます。
基本的にこうやってだんだん日が落ちかけてきたその最中で釣るものですから、やっぱりきっとカラフルというか目立つものが絶対効果的ですね。動かしてきらめかして止めて食わせる、このパターンです。で当たりがあってちょっと一瞬遅らしてから合わせる、これだけをやっていただければどなたでもユウマズメは簡単に釣れます。あのまま夜が来てしまったんですけれども、日が暮れて、ユウマズメも終わって日が暮れて、でこれから始めようかなというところなんですけどね、夜の部分なんで、先ほど言ったようにこの灯火というこのキメラの灯火ですね、このハーフグローといいますかハーフソリッドといいますか、ちょっとこう半透明なやつなんですね。でこれでやってみることによっていろんなことが情報として分かるんで、まずこれでやってみたいと思います。で、暗くなってからの言葉、明かりのついてる範囲をどうするかということになってくるんで、これをやってみたいと思います。で依然として風が吹いておりまして、結構横風なんでやっぱり重くしないと入らないというところで、今 1.8g ですね。マズメの時は激しく動かすということで、結構動かす時においてどんどん上上ずってきたんで 2.5g 使ったんですけども、夜になってくると動かさなくなってくるんで 2.5g だと今度は逆に沈みすぎてしまう嫌いがあるんで 1.8g ですね。だから風が吹いてもラインで保ちながらというような釣りになってくるんで 1.8g で大丈夫なんですね。釣り方の違いによってジグヘッドの重さは変わってくるということになります。同じような風なんですけれども 1.8g でいけると思いますので、それでやってみたいと思います。じゃあいきます。で風に向かって投げるということが重要になってきます。で位置を変えたければ自分が動くということですね。風に向かって正対する方が楽なんで、おお、いきなりレンジを上げた途端に引っ張ってきましたね。よいしょ。まずは1匹、こういう感じで釣れてくれるんで、今ひったくっていったわけですね、アジが。ですからレンジに入りさえすれば、魚が釣れる、サイズはいろいろです。大きなのも小さなのもいろいろあると思います。とりあえず今これが釣れてくれました。この灯火で効果があったということですね。このサイズでもこの大きさのワームを平気で食うてきますから、サイズに問わずこのワームは使えるということですね。ちょっとさっきのところよりもレンジを入れた感じで今やってますね。結構ね、風のせいでいろいろ動いてくれるんで、今一瞬風が止んでるんですよ。風が止んでるとまた違ってくるんで、今度ジグヘッドが重なるんですよ。もうここら辺が難しいところで、風がずっと吹き続けてたら 1.8g でよかったんですけど、今風が止んでくれたんでちょっと沈むのが早いんですね。でちょっと難儀してます。なんでこんな変わるんやちょっとこれで文句を言わずにやってみたいと思います。当たりますね。活性が高いからこれでも十分釣れてくれます。風とかそういったものが変わるだけでテンションを変えなければいけないんですね。早く沈むもんですから、テンションを強く張って沈まない、できるだけレンジキープするような形で今持ってるわけですね。だから本当はこれジグヘッド、もうこのまま風が止んでくれるならジグヘッドを軽くしていくんですけど、多分また吹き出しますのであんまり軽くすることができず、そのままでやってるわけですね。であとは釣り方を少し変えるということで対処はできます。で今度はですね、ちょっとまだ花散らしといってもう一つのパイロットを使ってみたいと思いますので、それで試してみようと思います。わかりますかね、ピンク色の点が入ってるんですけど、このピンク色が光るんですね。点で光る、ラメが光るというような感じになるんですね。でこれをちょっと使ってみたいと思います。こういうワンですね。ちょっと光らします。こういうふうに光らすわけです。わかりますかね、見えますかね。で同じようにやって食うか食わないかということですね。やっぱりその日によって使う、食うワームが違ってきたりもしますから、一概にこれがどこでもオールマイティかというとそうではなくて、その2種類のうちどちらかがオールマイティに使えるということになってきますので、今のところは当たらないですね。魚が動いてるかもわからないんで何とも言えないんですけども、魚が好む好まないというよりもこう見えるか見えないかという部分だと思うんですね。でそれをやっぱり選んでいくということが結構大事で、これに対して反応するのかしないのかで、今みたいにそのハーフソリッドの灯火に反応したということは、
どちらか言ったらクリア系よりもソリッド系に反応するのかもわからないですね。今これクリアなワームを使ってるわけですね。でこのクリアなワームに対して反応があんまり良くないとなると、どちらか言ったらソリッド系の方がここのアジは反応がいいのかというふうに考えれるわけですね。当たった。難しいな。でもおるけど明らかに食い方が違うんですね。とすると今日のここはソリッド系の方がいいということなんですよ。当たりの出方が悪いんですよ。でちょっとこの状態でさっきのワームに変えてみますね。でこれで釣れれば今日の魚は綺麗なクリアよりはいいということなわけですね。ちょっとやってみますね。全くこっち側では当たりがなかったんで、今当たりがあるかないかは分からへんんですけど、当たった即当たりました今。ということは今日はもうこのハーフソリッドの方がいいということですね。よし、釣れました。やっぱりこのワームの方が、このカラーが今日合うてるんですね。さっき投げて全く当たらなかったところでこうやって当たりが出て釣れてくれるわけです。だからこのワームのカラーというのは合う合わないがものすごくあるんで、その合うワームをどう探していくかっていうことが結構重要になってくるんですね。だから特に始められたばっかりの方は本当に何が正しくて何が間違ってるのか、自分の釣り方が合うてるのか合うてないのか、それさえも分からへんと思うんですよ。でもこういうワームを使っていただくことによって魚がおれば必ず反応してくるんで、これはともしびというカラーなんですよ。ですからこのカラーをまず基準にしていただいて、それがプランクトンとキメラと両方あります。あるいはタープルもあります。この3種類をうまい具合に使っていただいて、まずこれだけを使い込んでいただくと結構答えが見えてくるんちゃうかなと、そういう判断材料にできるんじゃないかなというふうに思いますので、是非使ってみてください。